こんにちは、節野屋です。今日は GPU をつなぐのは誰かという話をカイバーチェーン語の視点までつなげてみます。シルカスナです。まず、GPU や TPU 同士を密結合するスケールアップ、大量のラックを結ぶスケールアウト、そして外へ出る IO 境界を分けます。GPU メモリから外部ネットワークへ出る出口がコネクト X やスーパーニックです。GPU ダイレクト RDMA で CPU を迂回し、イーサネットやインフィニバンドへ送り出します。その出口から先で、多数のサーバーを広く束ねるのがリーフスパインです。リーフは接続口、スパインはリーフ同士を結ぶ中核です。エンファブリカ CFS はこの出口をさらに大きく作り直します。複数 GPU、CPU、CXL メモリ、NVMe を一つの IO ファブリックへ集める発想です。従来は GPU、PCIe スイッチ、NIC、リーフへ段階的につながりがちでした。ACF 構成では IO を集約し、複数経路へ分散しやすくします。ただし、ACFS は NV リンクの代わりではありません。スケールアウトをスケールアップに変えるのではなく、ラックの壁を低くします。ここでカイバーの話につながります。NVIDIA は小さく強いスケールアップ塔を作る。Google はポッドやスーパーポッドまでスケールアップ領域を広げます。NVIDIA は NVL72 のような強いラック内結合から、コネクト X、スペクトラム X、クォンタム X へ出ます。Google は TPU-ASIC から ICI、ポッド、バーゴへ積み上げます。Google の 3D トーラスやボードライは、通信規格ではなく、接続トポロジーです。遠くへ届く経路、ワークロードに合わせて設計します。カイバーの遅延観測が示すのは、低ホップで均一な NV リンクスケールアップを複数ラックへ広げる物理実装の難しさです。一方 Google は TPU-ASIC、ICI、ポッドまたはスーパーポッド、バーゴ、ジュピターと役割を分けます。記録する代わりに層を明確にします。TPU ボードはポッドになり、スーパーポッドになり、さらに複数ポッドへ広がります。ポッド内は ICI、ポッド間はバーゴ、ここが重要です。Google 側の IO 境界では、TPU-HBM から TPU ダイレクト、RDM0 で NIC へ出て、そこからバーゴへ進みます。CPU と DRAM を迂回します。ACFS は統合型スーパーニックとして境界をまとめる。Google は TPU ダイレクト RDMA、タイニアムニック、バーゴへ機能を分散配置します。バーゴは ICI の代わりではありません。ICI の外側で、ポッドやラックをつなぐ Google の AI 向け DCN です。バーゴは複数プレーンで通信を分けます。帯域を増やすだけでなく、障害や複層の影響を局所化するためです。ICI はポッド内の高速スケールアップ。バーゴはポッド間の AI 向けスケールアウト。ジュピターはストレージ、GPU サービス、外部クラウドへ広がる汎用網です。結局、GPU や TPU をつなぐのは一つの製品ではありません。密結合、IO 境界、ポッド間 DCN、汎用網がそれぞれ別の役を持ちます。NVIDIA 側の次の形は、強い NV リンク塔を保ちつつ、コネクト X、スペクトラム X、クォンタム X、そして ACFS 系の IO 集約で外側を平坦化することです。カイバーとの競争は GPU 対 TPU だけではありません。専用スケールアップを物理的に広げる Google と強い島を高品質なスケールアウトで結ぶNVIDIAの競争です。